た最弱勇者。ガチャ進化で無双の頂へ。第5話、試行錯誤の始まり。霊弁の町の門をくぐると、活気がユーマを包んだ。市場の喧騒が耳を打ち、人々が行く会。商人が道端で商品を並べ客を呼び込んでいる。屋台には色とりどりの果物や干し肉が並び、鍛冶屋から金属を叩くカンカンという音が響く。異世界の匂い。スパイスと汗、血と鉄が入り込んじる。こっからだ俺の居場所を必ず作ってみせる。でもまずは宿探しだな。幸い霊弁の町はそれほど多くない。高価な宿から安宿まで選択肢はあったが、ユーマが向かったのは路地裏の安宿だった。一泊銀貨1枚。食事はついてないけど部屋はちゃんと鍵がかかるし、ベッドもあるよ。受付の老人はそう言いながら誇りっこい鍵を渡してくれた。ありがとう。今の俺にはこれで十分だろ。ユーマは部屋に入り、荷物を下ろした。簡素な木のベッドに机とが立つクイスが2つ。小さな窓からは市場のざわめきが遠く聞こえる。さて本番だ。ユーマはとりあえず持っている武器や道具を机に並べた。進化させて生まれた水流の剣、そして市場で買った古びた盾、路地で拾った壊れかけの杖、雑貨屋の錆びた短剣。進化の鍵はおそらく媒介。問題はどうすれば意図した進化を起こせるかってことだ。これまでの経験から水流の剣は水を媒介にして進化した。ということは他のアイテムも何かを媒介にすれば進化するんじゃないか。胸が高鳴る。失敗すればなけなしの金で手に入れた武具が壊れるかもしれない。それでも試さなければ何も始まらない。もうどうにでもなれだ。最初の実験。炎と盾。ユーマは宿の裏庭にある焚き火のそばへ向かった。夜になれば宿の住人たちが集まって暖を取るための焚き火だ。炎これを媒介にしたらどんな進化をするんだろう。盾をそっとかざす。汗が額ににじむ。何が起こるかわからない。緊張が喉を締める。盾がほのかに赤く輝き、熱を吸うように震えた。来た。ユーマは慎重に観察する。火の熱が盾に吸収されていくような感覚。錆が剥がれ、盾の表面に炎の文様が浮かぶ。熱い脈動。そして次の瞬間、頭に響く声。炎耐性盾、特性、炎によるダメージを軽減。成功だ。炎にさらしたことで盾が耐火性能を持つように進化したらしい。いけるぞ。ユーマは拳を握る。媒介の性質が進化を決める。炎なら耐火。単純だが可能性は無限だ。やっぱり媒介が重要なんだ。適切な環境を用意すれば狙った進化ができるかもしれない。次の思考。夜空と杖。宿に戻り、今度は壊れかけの杖を手に取る。これを進化させるにはどんな媒介が適している。ふと窓の外に広がる星空を見上げた。夜、闇の中に輝く無数の星々。綺麗だな。こんな星空、元の世界じゃ見られなかった。ゆっくりと星空を眺める余裕もなかったしな。静かな美しさに心が動く。そして杖をそっと窓の外に掲げた。光よ、力を与えろ。なんてね。そう願った瞬間、杖がかすかに発光した。かすかに震え、木のひびが消えると星屑のような模様が刻まれる。手に伝わる不思議な感覚。やがてそれは確信へと変わる。星光の杖、特性。夜間に光を放ち、魔力の流れを安定させる。すげえ、また成功だ。ユーマは小さく息を飲んだ。ああ、面白いぞ。ユーマの目が輝く。媒介次第で進化の可能性は無限に広がる。
せた炎耐性盾と星光の杖、この2つを売ればまとまった金になるかもしれないと思ったからだ。まずは武器屋にでも聞いてみようかな。市場の一角にある小さな武器屋に入り、天守に進化したアイテムを見せた。この盾、炎に強いんだ。試してみてよ。炎耐性があるのか。試しに火にかざしてもらえればわかると思います。天守は興味深そうに焚き火へと盾をかざす。そして炎の熱を感じ取った瞬間、炎が吹かれた。驚いたように目を見開く。こいつは本物だ。こんな特殊な盾見たことがねえ。いくらで買ってくれます？銀貨5枚でどうだ？悪くないぞ。ユーマは交渉し、炎耐性盾を銀貨6枚で売った。次に星光の杖も売り、最終的に合計で銀貨8枚を手に入れた。すごいぞ。これでしばらく生きていける。笑顔がこぼれる。追放された元勇者が初めて自分の力で金を稼いだ瞬間だった。市場の喧騒を背にユーマは思案する。媒介が鍵、炎、星、水。次は何だ？進化は予測できない。それでもその不確定さこそが興奮を呼ぶ。ユーマは分かったことを整理した。進化には媒介が必要縁、夜空、水などその特性が進化結果に影響する。進化したアイテムは売れる収入源になる。だがまだ疑問は多い。もっと強い媒介ならもっとすごいアイテムが生まれるんじゃないか。胸が高鳴る。最初に作ったのは川辺で試した水流の剣だった。あそこならまた新しい進化が生まれるかもしれない。そうだな、また川辺で試してみよう。こうしてユーマは新たな進化の可能性を求め町の外へと向